黒ずきんの目次へようこそ。引き続き大人気マリスの動画です。今回はフェアリーテイル白雪を取り入れた構築について紹介します。皆さんご存知の通り、白雪は自分の手札は墓地のカードを計7枚除外することで墓地から蘇生できるカードで、この効果はフリーチェーンで発動できます。加えて着地時、相手モンスターを裏にする効果があるため、相手ターンにマリスを除外しながら白雪を蘇生することで、妨害しつつマリスを大量展開することができちゃいます。白雪を墓地に落とせていれば、同様の役割を担うプロテクトコードトーカーを経由する必要がありませんし、GWC06 を展開に使えるなどのメリットもあります。不思議の国のアリスと白雪姫という童話がモチーフのテーマ同士というのもポイントが高いです。目次です。3章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章展開の紹介。早速マリス展開の中で白雪を落とす方法を見ていきましょう。まずはライトロードドミニオンキュリオスを目指して展開していきます。召喚条件は属性が同じで、種族の異なるモンスター3体と、マリス的には結構重いです。闇属性で戦士族のリトルナイト、サイバース族のランサム、魔法使い族のサクリファイスアニマが並んだら、キュリオスをリンク召喚して白雪を落とします。サイバース族以外のモンスターを召喚する都合、トランスコードの効果は使えず、出動後に縛りのかかるスプラッシュメイジを経由する場合も、出すタイミングには注意が必要です。最終盤面は2素材アポロウーサプラス MTP07 墓地白雪の計4妨害プラス4ドロー。白雪を墓地に肥やしつつ、通常のマリス展開では作れないモンスター効果無効を構えられるのが本展開の強みですが、穴も多いです。まずネオテンペストがいない都合、犠牲ブルムが落ちていないので、白雪に墓穴をもらうと妨害含め、もろもろのリソースが返ってこなくなります。また、アンダーグラウンドを2ドローのコストに使ってしまっているため、2素材アポロウーサを守るには、白雪や MTP07 を使う必要があります。そして何よりも、この展開はドーマウス書道に限ったもので、ホワイトラビットやアンダーグラウンド書道では、そもそもキュリオスにたどり着けません。キュリオスを経由すると、リンク値を大きく消費するため展開が伸びず、盤面が貧弱になる。そこで今回目をつけたのが混沌のバルキリアというカード。混沌のバルキリアは起動効果で、ビーステッドと同じ条件で手札から出てこれるモンスターで、墓地のマリスを除外しつつ場に展開できます。そして彼女が除外された場合、デッキから光は闇属性モンスターを墓地へ送ることができます。これにより自身を場に展開してリンク値を増やしつつ、ホワイトバインダーで墓地から除外すれば、キュリオスを経由せずとも白雪に触ることができるというわけです。ではバルキリアが絡む展開を見ていきましょう。まずはホワイトラビットプラスバルキリア書道の展開。フラッシュメイジの制約がかかる前にバルキリアをあらかじめ展開しておきます。アポロウーサで蓋をしてからマリス展開。
白雪が墓地にいるので GWC06 を展開に使えます。また今回ネオテンペストで落とす先として報道部ソウルを採用。自身を墓地から除外することで相手ターンでもリンク召喚ができるこのカードは、自ターンではリンク値に余裕がなくて出力できなかったハーツ・オブ・クリプターをマリスの性質を生かして展開できるので好相性です。また白雪の効果にはターン1がないので、ハーツ・オブ・クリプターの素材として墓地を送ることで再度相手モンスターを裏側にすることができます。最終盤面は2素材アポロウーサプラスハーツ・オブ・クリプター MTP07 墓地白雪墓地ディセーブルムの計6妨害プラス4ドロー。ローマウスプラスバルキリア書道の展開でも同様の盤面を作れます。アンダーグラウンドプラスバルキリア書道の展開でも同様の盤面を作れます。第2章構築の紹介。ベースは前回のマリスの教科書で紹介した構築で、この制約上白雪ギミックと喧嘩するドミナスインパルスの枠を差し替えた形となります。ドミナスインパルスを採用できないこともそうですし、手札誘発になれるビーステッドと異なり単体では仕事ができず、このリターンが返ってくるのはホワイトバインダーまで展開を通した後なので、実情としては賛否両論あります。加えてバルキリアの引きかぶりからは何も生まれないので、封印の黄金質もありますし、白雪ギミックを採用するにしてもコンパクトにするのが落としどころでしょう。バルキリアやビーステッド・ルベリオンをサーチできるハオステリトリーが不採用なのもそのためです。とはいえリンク値が2つ増える都合、ネオテンペストの他にモンスター効果無効のできるアポロウーサが立つのは結構大きく、プラスで相手ターンの白雪の2回分の蘇生込みで4妨害近く増えているので、サブギミック案としてのポテンシャルがあるのは間違いないと思います。ビーステッド同様の誘発貫通の役割も担えますし、白雪の素引きについてはファイアボールで手札から出せばいいので特に問題はないです。
第3章展開の紹介に、クリミがトランスコードやクリスタルハートなしでもネオテンペスト、パーツオブクリプター、MTP07 を構えつつ4ドローできる展開を開拓してくれたので、バルキリアなしの通常展開も載せておきます。今回の動画は視聴者の方のコメントをもとに考案したもので、個人的に結構綺麗にまとめられたと思っております。好きなデッキに好きなカードを採用できた時のカチッとハマった感じ、いいですよね。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。